皆様こんばんは。燃える火曜日 FESN Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年7月7日火曜日、本日で第13回目。司会は私、沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊波茂太が務めさせていただきます。先日ついにリバイバル DVD が発売されました。前期 FESN の集大成ともいえる作品4326。今回は20分超えの豪華ボーナス映像が収録されたこの4326のリバイバル DVD を改めてご覧になった方にお話を伺いました。本編はもちろん面白いし、みんな絶対見てほしいんですけど、今回もボーナスが面白い、すごい面白いです。映像の裏側に、そういうストーリーがあったのは、あんま知らなかったから、ドラマがあったんだなっていうのはすごい感じたよね。アレックス・リー・チャングと吉田徹のパートのダブルパートのところのことを森田貴弘が話してるシーンがとても印象に残ってましたね。スケートボードをするだけがスケートボードじゃないっていう、そういう言葉を言ってるんですけど、いろんな深い意味っていうか、森田貴弘の場合はそのビデオを作るってことに対してそういうことを言ってたんだけど、深い意味があるんだなと思って、すごい感動しちゃいました。あと神戸、俺も一緒に神戸行ってたから、やっぱそうだったんだっていうのはあったのかな。神戸居心地いいし、俺も一緒に貴重な体験させてもらったなっていうのは感じるよね。パッケージの話が出たんだけど、アルトが出てきて、その頃のこととかも俺もよく知ってるので、でも深い意味までは知らなかったから、そういうパッケージがなんでこういう風になったかっていうのを改めて聞けて面白かったです。俺のところは暑さ今よりも変わらないからね。ずっとやけどだよ。その当時のこととかがよくわかるし、それを改めてちゃんと見れるので、ボーナス見てもう一回本編見るとさらに面白いと思います。4326のリバイバル DVD は全国のスケートショップまたは FESL のネットショップにて販売しております。そして今月リリースされるリバイバル DVD は FESL の5作目ザ・ブートレッカーズです。4326が発表された翌年の2001年、丸3年の制作期間を費やした4326を音楽を変え、わずか約1週間で即興的に再編集した FESL 初のリミックス作品ザ・ブートレッカーズ。今回はこのザ・ブートレッカーズの DJ ミックスを担当した FESN の盟友、音楽プロデューサーのジャカム氏をスペシャルゲストにお迎えし、当時のお話を伺いました。皆様どうぞ最後までご視聴ください。3、2、1。4326作ってる時にすごく真面目に作ったっていうか、音楽っていうものを鳴らしながらのスケートっていう、その両方とも本質的なものがあって、それを合体させようと思うと、どちらにも敬意をリスペクトを送るためには、やっぱその曲の例えば30秒だけを使うとか、そういう風にはならないよね。4分の曲だったら4分丸々使うっていうのがその曲に対する敬意、俺なりの敬意だったからってなっていくと、どんどんいろんなことが制約ができるっていうか、ルールができていくっていうか、自分の中でそのルールの中で作ったのがやっぱり4326だったんだけど、同時にもっと自由な感性で作りたいっていうふうにも思ってて、音楽にはなんとかって曲があったとしたら、それの別エディットがあったりリミックスが入ってたりとか、当時の自分はやっぱり音楽からのインスピレーションっていうのを常にもらってたから、スケボーのビデオも別エディットやってみたいなっていう、1週間で完成させてやろうと思って作ったのね。だから本当一瞬で作ったビデオだった。ジャカム、ジュゼ・ケイムチ、音楽やってますね。近年はいろんな国行っていろんな民族楽器の演奏者録音して、自分で編集して、一応ダンスミュージックだったり、そういうサウンドシステムで爆音で鳴らす音楽をメインで作ってるけど、いろいろやってんのかな。森田との出会いはサンプラーですね。森田も確か G ボーイズでね、その噂は聞いてたけど、あいつが森田だよぐらいな感じで
紹介された感じですね。生きがった野郎だなと思ってましたけどね。なんか当時スケーターでもいろんなタイプの人がいて、でサンプラーにも少数だったけど結構入れ墨だらけのハードコアのスケーターみたいなのが先輩でいて、そのうちの一人って感じで、まあ初っ端からあいつもなんかハードコアパンクとか結構好きで、で俺も好きで、ムーチ君多分イビルパーズミーっていうハードコアのバンドやってて、もうほんと音楽やってる人って感じだったから昔から。まあ、森田はなんか本当音楽好きなんだなこいつみたいな感じな印象で、まあ俺ももう DJ とか結構いろいろやってて、シスコって昔やったレコード屋のノベルティの俺のミックスを聴いて、でそれ聞いてみたらなんかもう全然違う音楽やってんだみたいな、なんかハードコアとかのバンドってイメージだったけど、なんかもうダンスミュージックやってんだみたいな感じで、でもダンスミュージックだけどやっぱハードコアっていうのかな、なんかこうやっぱちょっと違う感じ、まあ何か違うなって感じの人。なんかムーチー君なんかやってよみたいな感じで俺ん家まで来て、で話して、まあそれでじゃあやってみようみたいになったのが今回出るそのブートレッカーズだったと思うんですけどね。ファンカデリックってバンドがあって、60年代のでファンカデリックのフリー・ユア・マインドっていう曲があって、それがそのさっき言ったシスコのノベルティのミックス CD で俺もファンカデリック使ってて、多分それであいつもファンカデリック森田も好きで、そのフリー・ユア・マインドっていうテーマでフリー・ユア・マインドって曲を最初に持ってきたいっていうのだけは決まってたからね。結構そのファンカデリックのフリー・ユア・マインドっていう曲をすごく好きで、心を解放しろとかそのマインドを自由にしろってことだから、まあスケートの本質をついてるっていうか、心を解放してその精神の解放のために乗る乗り物みたいなイメージだったからね、自分にとってのスケートが。でだから1曲だけお願いしたっていうか、フリー・ユア・マインドだけ一発目につけてくれればあとは好きにやってくださいみたいな。でそっから俺なりにそのフリー・ユア・マインドっていうのがやっぱりまあ自分のマインドをフリーにしろ、自由に想像しろみたいな、なんかそういう感覚っていうか考えっていうか、なんかそういうので自分なりにもうワンテイクでミックスした感じです。一発で撮ってくれって言ったかもしれない。エディットちょこちょこやったりしないでくれって一発で。俺もその気で編集するつもりだったから。自分の中のスケボーのイメージみたいなのがやっぱ俺なりにはあったから、アメリカの西海岸のスケボーみたいな、あとそれにまつわるカルチャーとか音楽とかそういうのの影響はあるけど、やっぱ自分でやっぱ東京で生まれて育ってるから、なんか東京なりななんかドープな感じとかファンキーな感じとか、もう俺が勝手に作って森田がそれに当てたような感じだったと思うけど。出来上がってもういいじゃんって感じだったから、それ森田的にも多分スパッとなんかイメージできたんだと思うし、その当時なんかサウンドチャンネルっていうレーベルとかを仲間たちとやってて、インディーのレーベル、その音源とかも途中でビルのシーンとかで入ってるんだけど、ジェブスキーってプロデューサーの曲で、そこのシーンとかは本当になんか俺の中にある東京の、やっぱ俺も新宿とかの高層ビルの中でスケボーやってたから、やっぱその高層ビルの下でやるみたいなイメージやっぱやつとも共有してた部分は本当になんか俺のイメージとほぼ一緒だみたいな感じだったし、まあ本当にそのブートレッカーズは特にその作り込んではこっちもいないし、あっちも多分作り込んでなくて、やっぱあの時それこそ20代前半とかだから、スケボーなんかもそうだけど、その反射神経っていうか、そういうなんか勢いみたいなものっていうのがやっぱあの作品にはあるから、
自分自体もすごい気に入ってるし、その最初から最後のストーリーももっとそのスケートビデオ自体の概念をぶっ壊したくて、だからスケボーの映像と何かフィルターを重ねて映像をこう合成したりとかっていうのもまあ怖がらずにやったし、まあ1回4326で結構リアルに見せてたから、もうブートレッガーズはもっと自由にやらせてもらうっていうか、だからより編集は楽しかったね。だから1週間とかでできたんじゃないかな。でも自信あったな、そういう編集は。フリー・ヨア・マインドだね。いかがでしたでしょうか。今回のザ・ブートレッカーズのリバイバル DVD、 ボーナス映像としてなんと森田貴弘監督が新たに再編集をした新しいリミックス作品が発表されます。近年リリースされたジャカムシのオリジナル楽曲を森田監督自らがミックス。使用している映像のほとんどが世に出ることのなかった当時の超貴重な未公開スケート映像。次回はこの新しいリミックス作品に迫ります。4326は未公開映像っていうのがものすごい多いビデオだったから、その後やっぱりいろんな国行っていろんな人とやった結果がサウンド的には今回新しく入ってるから、全曲ムーチー君の曲で逆に俺が DJ ミックスした。毎度お知らせしております。リバイバル DVD の個人の皆様方の協賛の募集に関しまして、引き続き FESL の5作目ザ・ブートレッカーズ以降の作品へのご協賛を募集しております。協賛額は DVD1 作品につき税込1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を記載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESN のネットショップにて受け付けておりますので、ぜひ皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。次回の放送は今月7月21日火曜日です。どうぞお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。